お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は抹茶アートにチャレンジします。皆さん、抹茶アートってやったことありますか？抹茶アートって言ったらイメージではコーヒーのラテアートっていうようなものを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、コーヒーのラテアートっていうのはミルクをスチームさせて対流させるというやり方なんですね。で、抹茶アートはそうじゃなくて、抹茶を立ててその上から濃い抹茶で絵を描いていくというやり方になります。では早速始めてみましょう。まずは最初に抹茶の絵の具っていうんですかね。抹茶を描く濃い抹茶を作っていきます。で、用意するのは、このスプーンで、抹茶は必要ですよね。抹茶をこう、よいしょ。茶碗に入れていきます。でこれね、だいぶ昔の抹茶なんで、ちょっと色合いが悪くなってるんですけども、ちょうどね、それが抹茶アートの練習にいいなと思ってこれ使ってます。で、まずやってもらいたいのは、こういう網でですね、抹茶のダマをこう通してほしいんですよ。で、どうしてもね、このダマが最終的に邪魔になるので、ダマをしっかりと取るというのが大事です。きれいになりましたね。ではここに水を入れていきます。水の量はこの先ほどスプーンに1杯の抹茶だったんですけども、まずは最初同じくらいの水をちょっと使ってみましょう。こう混ぜていきますね。実は私はこれ1回体験でやったくらいでですね、しっかりやったことがないんですよ。なのでこれがうまくいくかどうかっていうのもちょっとわからなくてドキドキしてるんですけども、初めて皆様やられる方がいらっしゃればこんな感じになるかなっていうような想像をしていただきながらですね、見ていただくといいかもしれません。こんな感じでいいかもしれませんね。ちょっと濃さは徐々にまた後ほどというか調節していったらいいと思うので、まずはこの状態ですね。1対1くらいの割合ですね。抹茶1に対して水1くらいの割合で作ったものをちょっとこれ他の容器に入れておきます。こんな感じですかね。いいんじゃないでしょうか。はい、出来上がりました。では続いて今度抹茶を立てていきます。また同じようにですね、抹茶を入れていくんですけども、またダマにねならないようにだけ気をつけていただきたいと思います。でこれは本当にこの茶こしさえあればきれいにこうダマが取れるので、ぜひですね皆さん100円ショップとかでも売ってますので、ない方は一つご用意してください。でまた同じようにこうやっていきます。意外とダマって残ってるもんなんですよね。いいんじゃないでしょうか。はい、いいですね。で今度はお水、先ほどよりちょっとだけ多めにですね入れていただきます。で本来ここからは茶筅を使うんですけども、初めて抹茶アートされる方っていうのはこの茶筅持ってない方もたくさんいらっしゃると思います。なので今回は茶筅を使わずにですね、こちらカプチーノミキサーっていうのを使います。でこれは100均で100円ショップで買ってきました。それをちょっとこれをね軽くこの状態で溶いて混ぜてみます。このカプチーノミキサーでしたらですね100円で買えますので、これもね抹茶アートやりやすい一つの
まあ動機になればいいかなと思ってね、これを使ってます。で軽くですねこう混ぜて、この時にこうぐるってこう回してしまうと、このスイッチを入れてしまうと横に飛び散るので、とりあえず今は動かさずにですね、軽く混ぜるだけにしておきました。で次お湯をですね、まあだいたい80、70、80ml ですかね。もう目分量で構いません。沸騰させたお湯を1回他の容器に移して、お湯の温度をほんのちょっとだけ冷まします。だいたい実際では80度、85度くらいになると思うんですけども、でこれあまりにも熱すぎると苦く渋くなるので、ほんのちょっとお湯の温度を冷ましてから入れるようにしてください。ではスイッチを入れていきます。よいしょ。あまりスイッチがね、オンとオフのうまくこの調節がじわーっとですね、あまり強く押しすぎないように、意外と思いっきりやってもいいんかな。ああ、簡単に泡立ちますね。すごいすごい。しばらくこれをやってみましょう。あ、意外と大きい泡がね、始めできると思うんですけども、これずーっとしばらく回し続けると、その大きい泡もなくなって、表面が滑らかになっていきます。こんな感じかな。炭酸電池2本入れなきゃいけないので、それも炭酸電池も買わなきゃいけないんですけども、まあでも言ってみたら、100均の道具だけでここまで立てられたら上出来じゃないでしょうか。しっかりと泡立てて、この大きい泡ちょっと消したいな。あ、いいんじゃないでしょうか。どうですか皆さん。綺麗になりました。でこのままですね書いていこうと思います。でどういうふうに書くかというと、このお菓子のね、用紙、これを使ってですね、書いていきたいと思います。どうなんでしょうか、濃さ的に。まず丸書いてみましょう。なるほど。結構早く書けなくなるというか、書ける長さはそんなに長くないですね。こういう感じでしょうか。お今何書こうかっていうのがあんまりなかったんで、丸を書いてしまいましたけども、こういう感じで、こういう感じで、どうでしょうか。あとは、こう書いていけばいいんですけども、意外と、書けないことはないですよね。なんかひまわりを描こうと思ったんですけども、いまいちうまく描けてないですね。でもこういう時でも安心なんですよ。もう一度ね、これ上からこうやって使ってあげると簡単に消えるわけですよね。こう大きい泡をこんな感じかな。はい、また戻りました。これでも短い、ストロークが短いので、箸とかやったらどうなんでしょうね。箸でちょっとやってみます。お箸。でもこの
かるところが短いとあんまり変わらないんですかね。書いてみます。どうなんでしょうね。いや、まあまあまあ。ちょっと上の方から書けるようになったので、若干書きやすくはなったような感じしますけども、書ける量が増えたっていう感じではないですね。まあこんな感じでしょうか。これ分かりますか？いちごです。なるほど。面白いですね。ぜひですね、皆さん、これ、抹茶アート、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。これも、ちょっと油断するだけでこんな泡になるんやな。難しいな。ここ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 こ。いいんじゃないでしょうか。ぜひ、抹茶アートやってみたいなって思われた方はですね、簡単な道具揃えていただいて、抹茶も最初のうちは安い抹茶で大丈夫だと思います。で、それで出来上がりっていうのを、出来上がったものをですね、皆さん自分自身の SNS とかでアップしていただければ、またそこから広がる輪っていうのもできてくるかと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。